おはようございます。パティシエール、今日のおやつです。今日のおやつは桜のクッキーです。だんだん暖かくなってきましたね。春の訪れを感じながら、ちょっと塩気の効いたサクサクの桜のクッキー、ぜひ作ってみてください。まずは桜のお花の塩漬けですね。こちらを塩抜きしていきたいと思います。ちょっと塩気が残ってても美味しいので、水に10分15分ぐらいつけていきましょう。で、ちょっと花びらを何枚か食べてみて、これぐらいのしょっぱさなら大丈夫だなっていう、ちょっと酸っぱいぐらいですね。その状態になったらしっかり水気を切っていきます。で、中に入れる用と上に乗せる用っていうのを2種類分けておいてください。上にはきれいめの形のいいものを取っておきましょう。お花そんなにいっぱい乗せなくてもいいよっていう方は、ちぎって上にお花を乗せていっても OK です。しっかり水分が取れたら中に入れる用のお花は刻んでいきましょう。柄の部分もちょっとくしゃくしゃするんですけど、いい香りがするので一緒に入れちゃおうと思います。ここはお好みなので、ご自身で選んでみてください。では、クッキー生地を作っていきましょう。常温に戻したバターをよく練っていきます。最初はゴムベラでやるとやりやすいです。量がそんなに多くないので泡立て器でやっちゃうとバターが泡立て器の中に入っちゃうんですね。しっかりと滑らかになったら、粉糖をふるって加えていきます。粉糖は結構ダマになりやすいので、測る前にも一度振ると測りやすくなります。飛び散らないように優しく混ぜて、少しだけ泡立てるような感じですね。今回はデアマンクッキーっていうアイスボックスタイプのクッキーですね。棒状にして輪切りにするクッキーにしていくので、あまりクッキーを泡立てすぎないようにしてください。ここでたっぷりと白くなるまで泡立てたりすると、後でクッキーが膨らみやすくなるので、サクサク感は増すんですが、ちょっと形が綺麗になりにくいですね。なんで、ちょっと白くなるぐらいで OK です。後で卵がいい感じに混ざるぐらいっていうところですね。そして、今回は卵黄だけ入れていきます。で、卵黄は2、3回に分けて加えていきましょう。で、卵黄も必ず常温に戻すようにしてください。冷たい卵黄を入れてしまうとバターがぎゅーっと冷たく締まってしまいます。なのでしっかり常温に置いたバターと卵を混ぜていくような感じですね。ここではしっかり卵が混ざってくれれば OK です。しっかり混ざったのを確認したら次の卵をっていう風に足していくような感じですね。一気にいっぺんに入れてしまうとバターと水分がしっかりと混ざらずに分離っていう状態になってしまったりすることがあるので十分注意してください。こんな感じで綺麗な生地になっていれば OK です。卵黄だけ入れた生地だと黄色が濃くて美味しそうですね。味も濃厚な感じに仕上がります。できたらここに桜の花びらを入れていきましょう。桜の花びらはさっき結構ぎゅーっと絞って、でさらにちっちゃくして切っていったので、ばらけさせるためにここでよーく混ぜてください。ここでよーく混ぜることでしっかりと桜の花が全体に散らばっていい感じに仕上がります。で、桜の花はちょっと塩気がありますので、クッキーは甘いで桜の花はしょっぱいっていう感じで、クッキーをより美味しくしてくれます。私は結構塩キャラメルとかもそうなんですけど、甘いものにしょっぱいものをつけたものは好きですね。こちらもすごく美味しいクッキーになります。桜の花がしっかりと散らばったら、ここに粉を加えていきましょう。粉も必ず振るうようにしてください。そしてクッキーの一番重要なポイントなんですが、さっくり混ぜるっていうことですね。ここでネリネリしてしまうとクッキーが硬くなってしまうので、下からすくい上げるようにしながら切って混ぜる。下からすくい上げるようにしながら切って混ぜるっていうのを繰り返していきましょう。で、切って混ぜることでしっかりと混ざっていきますし、ネリネリしないようにすることでサクサクのクッキーに仕上がります。で、今回結構水分少なめのレシピなので、ホロホロした食感ですごく美味しいクッキーに仕上がっています。
で根気強くこの切って返してっていう作業をしていくと、だんだんそぼろ状になってきます。こんな感じになったら、あとは上から潰していくような感じですね。押し潰して一塊にしていくっていう作業をしていきます。ここでも練らないっていうことを十分注意しながら、下からひっくり返して、で、集めて上から押すっていうのを繰り返していくような感じですね。結構塊になってきましたね。こんな感じでしっかりと塊になってれば OK です。美味しそうですね。ラップに包んでいきましょう。ラップに出したら一度ちょっと揉み返して全体を均一にしていきましょう。ゴムベラで混ぜたりもしているんですが、ボウルにも今粉がちょっと飛び散ったりしていたと思うので、ここで一回押して畳んでっていうのを何回かやって、生地の状態を均一にしていきます。桜の花が散ってるのが見えてちょっと可愛いですね。まだらな感じになってます。何回か折りたたんでしっかりと真ん中の中心の部分もですね、ギューって押すと中の釘が出てくれるので、ギューッと押した状態にしてから棒状に形を整えていきましょう。もうラップでくるんで手でコロコロと転がして、でも形は適当にここで作れば大丈夫です。ここで秘密兵器を用意していきます。ラップの芯ですね。このラップの芯の中に入れていっちゃいましょう。こうすると、コロコロ丸めて綺麗な形に整えるっていう作業がとっても簡単になります。もし柔らかすぎてやりづらいようだったら少し冷蔵庫で冷やしても OK です。カチカチだとまたやりづらいので気をつけていきましょう。で、クッキーの生地をこうラップの中にしっかりと押し込んで、あと左右からぐーっと押してしっかり詰め込んでいくような感じですね。こうすることで綺麗な棒状に仕上がります。こうなったらこのまま芯に入れたまま冷蔵庫で2時間以上冷やしていきましょう。芯に入れたままなので綺麗な形に仕上がりましたね。こんな感じでカチカチになってれば OK です。しっかり休ませることで後で焼いた時にもバターが落ち着いて味も美味しいですし、形も綺麗に仕上がりやすいです。ラップを剥がしたら周りに砂糖をつけていきます。ではグラニュー糖をつけていきますね。卵白が余ってると思うので、ハケでクッキーの周りに卵白を塗ってグラニュー糖をつけていきましょう。しっかりとまんべんなくつくように卵白もまんべんなく塗ってあげてください。こうコロコロして砂糖をつけていくような感じですね。後で残ると困るので最低限の量でやっていきます。できたらカットをしていきましょう。端っこの部分は後で組み合わせて使います。だいたい7、8ミリ。太くても1センチくらいの厚さですね。それぐらいに切っていきます。できるだけ同じ厚さに切れるようにすると、後で焼いた時に均一に仕上がります。綺麗に切りたいよっていう方は、はかりで目盛りをつけて、それから切っても OK です。もし柔らかくなってしまうようだったら、途中で冷蔵庫に入れたりしながら、しっかり硬い状態をキープしてください。端っこはこのように組み合わせて、できるだけ他のクッキーと同じような形になるように整えて一緒に焼いていきます。クッキーも意外と簡単にできましたね。では、鉄板に並べて桜の花をつけていきましょう。鉄板には少し間を空けて並べていきます。だいたい 1.2、3倍ぐらいに膨らむと思ってください。もし表面に砂糖などがついてしまったりしている場合は、裏返しにして綺麗な面を上にしていってください。こんな感じですね。ちょっとコインみたいな感じになってます。これ並べられたら、上に卵白を塗って、桜の花を貼り付けていきましょう。桜の花を貼り付ける部分だけちょんちょんと塗ってもいいですし、クッキー表面に全部ペタッと塗ってしまっても OK です。桜の花はしっかり水分を取ったものですね。これをここにキュッとつけていきましょう。焼く前もとても可愛いですね。では、160度のオーブンで18分ほど焼いていきます。
クッキーの厚さや大きさに合わせて温度や時間は調節してみてください。あんまり温度が高いと桜の花がすごく茶色くなってしまうので注意しましょう。こんな感じでしっかりと弾力があって、裏を返して見てみるとしっかり焼き色がついている状態ですね。クッキーが分厚すぎると中が生になってしまうことがあるので、十分注意して焼いていきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。春の可愛らしいクッキーですね。すごく美味しいので、一人で何粒も食べられちゃうような仕上がりです。